皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、秋のチャンネル晩祭り、そのコリアバージョンについてお話をしようと思います。日本においても、K国の話題を取り扱うチャンネルがアカウントごと削除されてしまうといった出来事はあります。少し時間は経ちましたが、この分野において YouTube 上で一番アクセスを集めていると思われるカッパ園長さんのチャンネルがバンされたというのは記憶に新しいところです。また、K国の話題を取り扱った動画については広告収入が剥がされてしまうといったことがたびたび起こることが報告されています。これは私自身も経験していますし、同じような分野における動画投稿者さんも次々と同じことを嘆いている動画を作成しています。そしてこのようなことがお隣の国においても、特に反ムンジェイン派の人たちにとっては日常的に起こっているということが報道で流れてきました。あちらの国では一体どのようなことが起こっているのか、記事をお聞きください。朝鮮日報より、K国の保守系 YouTuber ら Google 黄色マークで表現の自由を侵害。ブラックリストに掲載管理疑惑。制裁基準検閲過程公開せよ。動画共有サイト YouTube のチャンネルを通じて保守傾向の主張をしている YouTuber たちが YouTube の運営企業 Google は黄色マークで表現の自由を侵害し、事実上の言論弾圧をしていると公に批判した。これは約40の保守系 YouTuber が集まった自由 YouTuber 連帯が8日、ソウル市中区のK国プレスセンターで記者会見を開き主張したものだ。これら YouTuber たちは、Google は政治的な報道をする YouTuber に黄色いマークをつけて広告収入を減らし、チャンネル運営ができないようにしている。これは過去の独裁政権時あった広告主の圧力による言論弾圧と同じだと主張した。黄色マークは広告に不適切な動画だとして、YouTube で広告収入を得られないようにする罰則性措置だ。黄色のマークがつくと、動画掲載者は広告収入を得ることができなくなる。自由 YouTuber 連帯には、コ・ソングク TV、ペン&マイク、ファン・ジャンス・ニュース・ブリーフィングなど、約40の YouTuber が参加している。これらは YouTube 運営の公平性と透明性を Google に要求するために集まったと説明した。自由 YouTuber 連帯は記者会見で、Google は保守系 YouTuber をブラックリストに載せて管理している疑いがあると主張した。Google は暴力性、戦場性、嫌悪性などの問題がある動画に限って黄色のマークをつけているとしているが、最大野党自由警国党の議員たちは先月の放送通信委員会国政監査で、保守系 YouTuber たちに対しては特に厳しくYouTube のコンテンツ規約が適用されていると主張した。同連帯側はこの日、非公開で制作・掲載した動画にもマイクテスト動画にも黄色マークがついていると言った。神の一手、チャンネルのシン・ヘシク代表は、掲載した動画はほぼ 100% 黄色マークがつけられ、見直しを要求しても 10% くらいの動画しか残らないと語った。同連帯側は、Google の黄色マーク運用基準と検閲過程の公開を要求している。また、親ムンジェイン陣営が集団で展開した保守系 YouTuber 通報キャンペーンに対し、業務妨害罪で刑事告発する方針も明らかにした。親ムンジェイン陣営は、保守系 YouTuber のリストをインターネット上で共有し、集団で通報ボタンをクリックするキャンペーンを展開していた。これに対して、Google コリアは、YouTube は政治的変更性やチャンネルに関係なく、ガイドラインを一貫して適用していると話している。記事の中でたびたび出てきた Google の黄色マークといったものが一体どういうものか少しだけご紹介します。これは動画投稿者が管理画面から見た場合のある動画についての情報です。動画のタイトル文や時間といったものが表示されている一方で、右側には黄色いマークが表示されています。これが記事の中で何度も出てきた Google の黄色マーク、広告収入が停止されているというマークです。このマークがついている動画については、再生回数が何回になろうとも基本的には広告収入は入ってきません。黄色いマークが1回目に灯った時には、スタッフによる審査を申請することができます。
しかし、そのスタッフ審査においても、あなたの動画については、ほとんどの広告主には適していない、不適切な動画ですという形で審査が終わってしまえば、その動画については永遠に広告収入が入らないという仕組みになっています。ちなみにこの動画は天皇陛下即位の礼に際して稲城首相がやってきた、そして安倍晋三首相と会談を行ったということについて取り上げた動画なのですが、再生回数は8万8000回に到達していますが、黄色マークがついていることにより広告収入は入ってきません。お隣の国で起こった出来事ではありますが、このことは日本においてもほとんど同じことが起きていると私は思います。例えば、動画を公開したと同時に不適切姿勢を受けるというのはまだ序の口で、一般公開せずにこれは非公開ですよという動画をアップロードした瞬間にあなたの動画は不適切ですというような指定がつくこともあります。また、この記事の中でも触れられているような集団的な通報をもって言論弾圧もしくはチャンネルそのものを潰そうという動きが起こっているというのは、おそらくは日本においても同じことが起こっているのではないでしょうか。集団での通報というものが入った場合、YouTube のシステム上、これは危険ではないかというふうに予防的にそのチャンネルの活動を何らかの制約をかけるということが考えられます。例えば動画が多くの人に見られないように検索の上位からは外すであるとか、おすすめとしては表示しないようにするといったような措置が行われている可能性があります。そして実際にあなたの動画は不適切ですよというのが確定してしまえば、その動画からは広告収入を得ることは当然のようにできません。様々な調べ物をした結果として作った動画というものであれば、動画の作成時間は非常に多大なものであり、1動画を作るのに非常に多くの手間暇、時間がかかっているものです。その動画が全くの収入ゼロというのであれば、非常に動画投稿者としてはやる気がそがれることでしょう。動画投稿者の中には広告収入を全く得なくても構わない。他で収入は得ている。だから言いたいことを言うんだという人もいるでしょうが、そういった人であってもチャンネルに大量の通報が集まれば、その動画の発信力というものが失われる可能性があります。そしてその発信している内容というのがムン・ジェイン大統領に対する批判であったというのであれば、これはかなり政治的な動きを感じざるを得ません。こういったインターネット上の発信を何としてでも妨げようとしているのは、国民の目から真実を覆い隠そうとしているという意図があるからに違いありません。皆さんも疑問に思ったことはないでしょうか。ムン・ジェイン大統領のやっていることはこれほどにおかしいことがたくさんあるなと思っても、あちらの国の人たちはそのことについて疑問に思わないんだろうかと。しかし、情報にたどり着く前にその情報を発信している人たちを先回りで潰していくような動きが政治的に行われているとしたら、インターネットがたとえあったとしても、その道具を有効に使うということは非常に難しくなります。ちなみに私の場合は、もう動画や不適切性を受けるというのがかなり日常的になってしまいました。そのため、再審査を申し込めばいいやという具合にしてかなり開き直っている部分があります。私の場合は幸いにして多くの動画が再審査を受けさえすればほとんどがあなたの動画は問題ありませんよという回答が返ってきます。ただし YouTube のこの審査というものがかなりブラックボックスの中で行われており、一体どうなっているのかというのは疑問があります。例えば私の動画が不適切指定を受けてその再審査を申し込みます。その後、あなたの動画は問題ありませんよというふうにしてなったものが、後日その動画が再び不適切姿勢という具合にして報告が剥がされるということが起こったこともあります。一度、スタッフが見た上で問題ないとして通達が来たにもかかわらず、今度は不適切指定に変わったにもかかわらず、その通達は全くありませんでした。YouTube の中においても、その審査基準というものが見る人間によってコロコロ変わるといったことが起こっているのかもしれません。そういった基準といったものが変更される予定というのが来月の12月10日に予定されています。規約変更がありますよというメールがありましたし、またスマートフォンなどでも一番最初の画面に規約変更がありますよというお知らせが掲載されてもいました。その内容というものは非常に長い文章がたくさん並んでいて、非常に要点はつかみにくいものでした。ですが、もしかしたら動画投稿者にとっては基準が厳しくなると同時に
通報に対しても何らかの厳しさというものが現れるかもしれないという条文がありました。それは通報を軽率に続けるような人に対するペナルティが発生するかもしれないよという一文があることです。もちろんその規約というものが実施されるかどうかはわかりません。何をもってして軽率な通報かといったものもわかりません。ですが、もしかしたら少しは改善に向けた動きがあるかもしれないという一縷の望みはあります。なお私の場合はこのチャンネルがバンされた場合には、サブチャンネルに移行すればいいやという具合にして少し楽観的に考えている部分があります。なのでぜひともこの機会にサブチャンネルを登録していってください。サブチャンネルは今のところ活発に活動しているわけではないので、本当に軽い気持ちで登録してくれると嬉しいです。YouTube がこのような記事が出ることによって自分たちの運営方針というものをより厳しく、そして公平にしてくれることを私は望んでいます。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録、また評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。